はいどうも、ベイベットチャンネルです。本日は、検証系 VTuber がブレードの性能別ランキングを本気で作ってみた。2024年も残りますが、いろいろな検証でベイブレードの性能をどこよりも客観的に検証してきたこのチャンネルが、環境上位と言われているブレードを中心に、重量、攻撃力、持久力、防御力の4つのステータスに分けてランキングを作成した。ランキング発表後には、カスタムやデッキ構築の参考になる各ブレードの総評をまとめていくので、ぜひ最後まで見ていってくれ。今回ランキング対象のブレードは、コバルトドレイク、シャークエッジ、フェニックスウィング、ドランバスター、ウィザードロット、ティラノビート、コバルトドラグーン、エアロペガサス、ホエールウェーブ、シルバーウルフ、サムライセイバーの11個のブレードが対象だ。まずは重量ランキングから発表していく。重量は個体差が大きいため、私の手持ちのブレードだけではなく、SNS 上の情報をもとに、ベイメット調べの平均値でランキング付けしているぞ。では順位を発表していく。重量ランキング11位、シャークエッジ 34.56g、10位、ウィザードロット 35.37g、9位、ドランバスター 36.49g、8位、サムライセイバー 36.5g、7位、シルバーウルフ 36.72g、6位、ティラノビート 36.97g、5位、コバルトドレイク 37.81g、4位、コバルトドラグーン 37.84g、3位、ホエールウェーブ 38.08g、2位、エアロペガサス 38.12g、1位はフェニックスウィング、メタルコートレッドは 38.08g だが、メタルコートネイビーは驚異の 39.03g という結果だった。こうして見てみると、環境ブレードのほとんどが 36.5g を超えていて、シャークエッジの圧倒的な攻撃力や、ウィザードロットの圧倒的な持久力のように何か突き抜けた特徴がない限りは、一定以上の重さがあった方が有利と言わざるを得ない結果となった。続いては攻撃力ランキングを発表していく。11位、サムライセイバー 0.01、同率9位、ウィザードロットとシルバーウルフ 0.03、8位、コバルトドラグーン 0.04、7位、ティラノビート 0.05、6位、コバルトドレイク 0.07、5位、フェニックスウィング 0.08、4位、エアロペガサス 0.10、3位、ホエールウェーブ 0.16、2位、シャークエッジ 0.21、1位、ドランバスター 0.22 という結果となった。物理学的には重い方がエネルギーが乗りやすいはずだが、重量ランキング9位のドランバスターと最下位のシャークエッジが1位、2位となっているため、攻撃力においては重さよりもブレード形状の方が重要ということがわかる内容だった。続いては持久力ランキング。持久力については単体持久ではなく、バトルでの継戦時間の平均値でランキングをつけているぞ。11位、ドランバスター 16.14 秒。10位、シャークエッジ 20.16 秒。9位、ホエールウェーブ 25.41 秒。8位、コバルトドレイク 39.19 秒。7位、フェニックスウィング 40.51 秒。6位、エアロペガサス 41.28 秒。5位、ティラノビート 43.34 秒。4位、サムライセイバー 47.12 秒。3位、コバルトドラグーン 48.55 秒。2位、シルバーウルフ 54.48 秒。1位、ウィザードロット 84.14 秒。という結果となった。ウィザードロットの持久力はやはり圧倒的だが、5位から8位の持久力はほぼ横並びで、シュートパワー、調整次第では下位のブレードでも勝つチャンスは十分にあると言えるだろう。攻撃力上位の3つについては持久力が低く、8位と9位の間には大きな壁があることが分かった。もし相手が下位3つのドランバスター、シャークエッジ、ホエールウェーブを使ってくる場合は、持久力にこれだけ差があるため、不意なオーバーやエクストリームを防ぐために無理にフルパワーでシュートはしないという戦術も状況によってはありだろう。次は防御力ランキングを発表していく。防御力は重量、弾き性能の低さ、ブレードの形状や特性などから相対的に順位付けしているぞ。11位、シャークエッジ。10位、ドランバスター。9位、ホエールウェーブ。8位、エアロペガサス。7位、コバルトドレイク。6位、フェニックスウィング。5位、テラノビート。4位、コバルトドラグーン。3位、ウィザードロット。2位、サムライセイバー。1位、シルバーウルフという結果となった。一見重量級のホエールウェーブやエアロペガサスは上位に入りそうだが、防御力については重さよりも弾き性能の低さが重要だ。弾き性能が高いと自分も吹き飛んでしまうので、オーバーエクストリームフィニッシュのリスクがそれだけ高まってしまう。攻撃力が高いブレードをカウンターディフェンスとして採用する場合は、そのリスクも考慮することが重要だ。それでは最後に各ブレードごとの特徴を発売順にまとめていく。まずはコバルトドレイク。順位は平均値よりやや低めだが、オールラウンダーなブレードだ。クリア版のコバルトドレイクがエーベイキュットバトルに登場したので、手に入ったブレーダーも多いんではないだろうか。しかし採用率が高いフェニックスウィングやティラノビート、ペガサスに持久力で劣っているため、フェニックスやペガサスでよく使われるラッシュビットなど同じビットを採用してしまうと介護官のカスタムになってしまう。ポイントビットやテーパービットなどバランス系ビットで攻撃力を担保しつつ、持久力を補うカスタムや攻撃特化のカスタムにして短期決戦型にすることで現環境でも戦えるかもしれないと感じた。次はシャークエッジ。ベーシックラインナンバー1の攻撃特化のブレードだ。初期のベーシックラインながら現環境でも2位の攻撃力を持っており、攻撃全振りの 3on3 デッキにしたいブレーダーなら採用する価値は十分にあるだろう。しかし重さが最も軽いことから高い弾き性能で自分自身が弾かれてしまう可能性も高い。また軽いブレードはシュートパワーを出しやすいメリットもあるため、レギュラークラスのブレーダーが格上相手に勝てる可能性を持たせるベイとしての採用はありだろう。次はフェニックスウィング。
オールラウンダーという面ではコバルトドレイクの上位互換のブレードだ。メタルコートネイビーのブレードは通常のフェニックスよりも約 1g も重く、現環境の中では最も重いブレードとなっている。どんなカスタムでも活躍できる可能性は十分持っているため、自分に合っているカスタムを見つけやすいおすすめのブレードだ。次はドランバスター。シャークエッジを超える攻撃力ナンバーワンのブレードだ。シャークエッジよりも 2g 重いことで力負けしにくいというメリットと、極端な変重心による圧倒的な持久力の低さというデメリットも持っている。どんなカスタムにしてもスピン勝ちは難しく、短期決戦を挑む必要があるため、相手が上手いブレーダーの場合、闇雲にシュートしては攻撃を当てられないままスピン負けしてしまう。もしドランバスターを採用するのであれば、シュートコースを読んで当てる練習と強いシュートパワーが必要になるため、レギュラークラスのブレーダーにはあまりおすすめできないブレードだ。次はウィザードロット。言わずと知れた持久力ナンバーワンのブレードだ。重量はシャークエッジの次に軽いことを考えると、やはり単純に重ければ強いというわけではなく、重心のバランスや形状の方が重要なことが改めてわかる順位となっていた。次はティラノビート。まさにザ平均値のブレードだ。尖っていないステータスはカスタムの影響が色濃く出るので、カスタムを楽しみたいブレーダーにとってはおすすめのブレードだ。次はコバルトドラグーン。攻撃力以外はかなり高水準のブレードだ。しかし持久力においてはウィザードロットの回転力を吸収しての順位。送り合いは回転力が低い方が吸い取る側になる。ドランバスター、シャークエッジ、ホエールウェブなどが相手の場合は逆に吸収されて持久力が下がってしまうことは覚えておこう。次はエアロペガサス。バスター、シャーク、ホエールに次ぐ4位という高い攻撃力を持ち、持久力の順位は6位だが、採用率を考えれば基本的にはロッド、ウルフ、ドラグーン以外には負けることは少ないほどのスタミナを持っている。エレベートカスタムだけではなく、レベルカスタムでも送り合いで勝つ可能性があり、環境トップのベイたちに対し幅広く対応できる汎用性の高さが特徴だ。しかし入手難易度は非常に高く、未だに手に入っていないブレーダーも多いだろう。商品購入だけでなく、大会にも積極的に参加し、ポイントを稼いでぜひゲットしてほしい。次はホエールウェーブ。トップクラスの重量、攻撃力に最低限の持久力も持っているブレードだ。スマッシュバは相手の体勢を崩す反面、自分が持ち上げられてしまうデメリットと、高い弾き性能は逆に自分が弾かれてしまうリスクもあり、重量は非常に高いが防御面の評価は低い。ダッシュが発生しやすいビットで弾く方向に指向性を持たせるカスタムがおすすめだ。次はシルバーウルフ。持久防御力が非常に高く、スタミナタイプでありつつも理想的なディフェンスタイプの特徴を持っているブレードだ。持ち上げられるような攻撃に高い耐性を持っている。アタックタイプの目線で考えると、正直ウィザードロットよりも相手にしたくないレイと言えるだろう。最後はサムライセイバー。高いスタミナと防御力という、こちらもディフェンスタイプの特徴を持っている。サムライセイバーの小刀はダンパー刃の役割を担っているため、アタックタイプの攻撃が落ち着いてくる中盤以降であれば、シルバーウルフ以上の防御性能を発揮するだろう。しかしバトル序盤のダッシュ攻撃への耐性はシルバーウルフの方が上のため、もしサムライセーバーで持久防御系のカスタムにする場合は、バトル序盤はしっかりと攻撃をかわせるようにシュートコースや逆走の練習をしておこう。ということで2024年のまとめランキングはいかがだっただろうか。ティア表のように総合評価のランキングではないが、自分がやりたいカスタムにはどのブレードがいいのかという指標になれば幸いだ。年末にはインパクトドレイクやゴーストサーキュルの発売も控えているので、そちらのステータスも随時検証予定だ。ぜひチャンネル登録して待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。アディオス。